電球住職三木大雲です。本日も、ご質問に答えさせていただこうというふうに思います。ということで、まずいただきましたご質問。夢がありますが、それは欲なのだろうかというふうにいただいております。似たようなもので、ポイントをもらうためにいいことをしようって思うのは自分の欲のためにはならないでしょうか。結局自分のエゴのためじゃないかといつも葛藤してしまいますというふうにいただいております。これもね、似たコメントを、多くいただいておるんですけれども、でこのお話に出てきたポイントをもらうためにっていうこのポイントなんですけれども、このお話はですね、私と島田秀平さんのコラボの中で出てきたお話だと思うんですが、島田秀平さんのお知り合いの方がですね、臨死体験をなさって、でこの方が、あの世でですね、全て生きてきた中で、経験した新しいことは全てポイントとなるんだというようなお話がありました。まずですね、欲というものですね。欲を捨てなさい。もうあれが欲しい、これが欲しい、こうなれ、ああなれっていうのは、これ欲ですから欲を捨てなさいっていうのが仏教の基本的なスタンスなんですね。ところが、今、いただきましたみたいに、いいことをしたいな、例えば世界平和って望むのも欲なんじゃないですかというご質問だと思うんですが、これは実は欲とは言わないんですね。これも以前配信でどこかでお話ししてるかもしれませんけれども、こういった自分の向上する気持ちであるだとか、あるいは良き方向に世の中を向かす、思いだとか、そういったことっていうのは実は善の思いなんですね。善悪の善。いい思いなので、この思いに関してはですね、欲というふうには、お経の中では実は言わないんです。皆さん幸せになってください。私も日々ね、お坊さんは皆さんされてますけど、世界平和祈ることはあなたの欲ですよというんではなく、それを実家というふうにお経の中には、記されているんですね。実家というのは習字の習に気持ちの気と書きますが、この実家というのは何かって言いますと、お経の中に来世持ち越せるものだというふうにも出てきます。どういうことかと言いますと、自分の向上心、あれが上手くなりたい。例えば、英語が話せるようになりたいと思って、いろんな言語を勉強するとしますね。で、これっていうのは自己を高めるための、ものですから、これは実家として魂に、残ります。あるいは世界平和、あるいはあの方の病気が治りますように、あなたが幸せになりますようにと、祈るっていうことも、これも実家としてその人に残るんです。で、この実家、死後ですね、亡くなってもその魂の中に、刷り込まれておりますので、来世に持ち越せる。で、そうなるとどうなるかというと、得て増えてというものになって現れるというふうにあるんですね。で、これどういうことかっていうと、私の兄がいるんですけれども、私の兄は非常に絵が上手くて、京都でももう御朱印といえば、経法院というお寺なんですけれども、仏様の絵を描いて、お渡しさせていただいてるんですけど、絵が非常に上手いんですね。で、私はと言いますと、もううさぎを描いても猫と言われたり、猫ちゃんを描いても、うさぎさんと言われたりですね、なかなか絵が非常に不得意なんですね。で、この差は何か、一緒のように育ったんですけれども、この差は何かと言いますと、実は実家というものが前世で積み上げてきたものですね。ですからうちの兄なんかはどこかで絵が好きな、人生があって絵をよく描いてたんでしょうね。で、その後お坊さんの人生を送る中でそれが反映されているというのがこの実家でございます。ですから皆さんがこの世で生きている中でですね、いい思い、いい行いをしていただくと、これは実家として残ります。欲では決してありませんので、安心して善行に努めていただきたいなというふうに思います。ということで、次の質問に行かせていただきます。死後の世界があるなんて断言していいはずない。坊さんが嘘をついていいですかね。臨死体験は死後の話とは関係なく説明できるというふうにいただいております。これも実はですね、私はあくまで、お坊さんですので、お経の中に基づいて、輪廻転生であるだとか死後の世界であるだとかっていうことを、お話をさせていただいております。で、死後の世界があるという断言はですね、お経にそう書いてあるので
絶対そうですよという言い方を私はしてるんですけれども、もちろんお経とかお釈迦さんを信じないという方はもちろんこれが嘘に当たるのかもしれませんけれども、ただですね、これ全体を通してこのチャンネルっていうのは怪談説法とさせていただいてます。でこの怪談がですね嘘じゃないかとか、あるいは前に聞いたのと少しなんか主人公が男性だったのに女性に変わってるとかいろんなご意見いただくんですけれども、私もある方からお聞きして、こういった内容でお話ししていいですかっていうので、少し脚色であったりだとか、少し人物が特定されないように、話を変えてですね、お話聞いた方と相談してお話を作って、上げさせていただいてますので、これももしかすると嘘じゃないかって言われるかもしれませんが、実は私はこれは嘘だというふうには実は捉えてないんですね。どういうことかって言いますと、嘘というものと方便というものがあります。でこれお経の中の言葉なんですね。方便というのは、法華経というお経の中に全部で28章あるんですが、それの一番最初、序本第一の次に説かれているのが、第二方便本というのが説かれてまして、そこでは今まで説いてきたことは実は方便なんだとお釈迦様がおっしゃるシーンが出てくるんですが、私も実はこの怪談というものが真偽よく嘘ですか本当ですかなんてことを聞かれるんですけれども、決して、実は話はもともとここで起こったこの事件が元なんですなんて話は、極力私はしないようにしよう。そうすることでもしかすると傷つく方がおられるかもしれないと思うので、極力話は、少し変えて、わからないように、お話をさせていただくんですけれども、これはあくまでお経でいうところの方便だと私は思ってまして、じゃあ嘘と方便はどう違うかということになるんですけれども、まず嘘というものは何かというと、自分の得のために言うのが嘘です。これは得というのは損得の得ですね。自分が得をするために嘘をつく。でこれはやっぱり詐欺行為に当たりますね。ところが皆さんの幸せに導くために、どうかですね、これを仮の話として、説法を聞いていただくために、少し、改変したお話をさせていただくのは、これは私は方便に当たるんではないかなというふうに思ってるんですね。ただ怖いだけの怪談ではなくって、その後に続くお説法までちょっと耳を傾けていただければ嬉しいなというふうに思いますね。でこのご質問いただいた方は、死後の世界なんてあるって断言していいのか、お坊さんが嘘ついていいわけないですよねというのは、もしかするとですね仏教以外の、ご信仰をお持ちだと、ちょっと嘘に聞こえるかもしれませんけれども、私はあくまで、仏教者としての、意見を述べさせていただいておりますので、そこら辺は信仰の違いがもしかするとあるかなというふうには思います。ということで、次の質問に行かせていただきます。三木大雲住職にご相談したいことがあるのですが、どこにご連絡すればいいでしょうかというふうにいただいております。実はですねこのチャンネルも今現在33万人の登録をいただいております。そしてちょっとテレビであったり本であったりいろんなちょっと活動をしてさせていただいておりますので、実は個人的にご相談受けますよってなると、もうどうかな、5年ぐらい前まではそれさせていただいてたんですけども、予約が1000件を超えまして、でこれはちょっと一年中動けないなっていう年を1年過ごしたことがありまして、と言いますのが、1日にご相談に乗れるのってもう大体お経を読んだりご祈祷したりなんで、お一人に1時間取ったとしたら、4、5時間それで1日潰れちゃうので、他の活動が全くできなくなるんですね。でなんか間を縫って、というふうに、させていただいた時期もあったんですけれども、それでも1000件を超えますともう10年ぐらい先のお約束になったりして、あるいはもうちょっと、3年先だと忘れてこられなかったりですね、いろんなことがありましたので、今現在はそれにちょっとお答えすることが、難しくなってまいりまして、今はちょっと私と直接個人の方っていうのは、お受けできないような形となってしまっております。ですのでそれに代わる形でこの配信でご質問いただいたり、あるいはイベントに来ていただいて、イベントにもよるんですけれども、
小さなイベントであれば、その場でご質問のコーナーとかもございますので、そちらでご質問いただけたら、ちょっと答えさせていただけるかなというふうに思います。で、ただちなみにちょっと広いホールになりますと1000人近くの方が、お越しくださるので、なかなかこれも質疑応答が難しくなって、きてしまいますけれども、ちょっとちょっとイベントの詳細を見ていただいて、質問コーナーありますよというふうなところにご参加いただければ、お答えさせていただくことができるかなというふうに思います。ということでですね、いろいろとご質問いただいて、私がこれ答えさせていただいてて、ちゃんとこのご質問いただいた方の答えに、即した回答ができてるか、いつもちょっと不安ではあるんですけれども、ちょっと自分の今の思いとかですね、こういうことだと思いますというふうに、一つの、助言というふうに取っていただいて、それが回答ではないというふうに取っていただく方が、私の方も、少し気が楽かなというふうに思いますので、そんな程度でよければ、またこの、コメント欄の方にですね、コメントいただけたら嬉しいなというふうに思います。で、中にはちょっと、コメントの打ち方がわからないんですっていう方もおられますけれども、なんか、下に、出てると思います。コメントっていう、打つところが。そこからですね、思ったことを書いていただければ嬉しいなと思います。ただ、ちょっと一つだけ、注意していただきたいのがですね、ちょっとコラボの一緒に出ていただいたゲストの方のことだとか、私自身のことももちろん、たまにあるんですけれども、誹謗中傷にちょっと行き過ぎているものがあれば、そこら辺はちょっとお答えできかねることもあります。で、もう一つですね、宗教的な内容ですね。私は日蓮宗ですので、反日蓮宗の方というと、またこれも語弊があるかもしれませんけれども、あまり日蓮宗が好きじゃないという方は、ちょっと攻撃的な、内容なものは、できるだけちょっとお控えいただけたら嬉しいなと思いますので、優しめのコメントをいただければ一番嬉しいなというふうに思います。ということで、本日も質問に答えさせていただきました。まだいろいろと、コメントいただきましたら、またこの、質問に答えるという回も、増やしていこうというふうに考えておりますので、ぜひ、ご質問をいただけたらなというふうに思います。ということで、本日もありがとうございました。